A tiny 100 square foot shop with only 7 seats. And yet, 100 hamburger steaks sold out every single day. There's no fancy marketing, no PR team, but still, the line never ends. What's the secret behind his unlikely success? And he opens up about the illness that struck him just recently. それの覚悟は一応してくださいと。おはようございます。本日はありがとうございます。これまたご移動されますか？はい、事務所行って。あ、なるほど。まあ今日土日とはいえ雨なんで、はいそんなに並ばないと思いますけど、はい。あれこんなもんかって思うかもわかんないです。いやいやいや。ありがとうございます。外国人さんは今何割ぐらいですか？イメージとして。1割から2割ぐらいじゃないですか。じゃあほとんどはもう日本人の方ですね。ね。そうですか。はい。持ちましょうか。はい。大丈夫ですか？僕らもともとインターネットの会社やったんですよ。あ、そうなんですか？はい。その時のインターネットの部長なんですよ。へー。インターネット何系でシステムとかですか？ポータルサイト、昔でいうポータルサイトをやってて、へまあ、そこからいろいろあって、ニュージーランドでニュージーランドニュージーランドで僕はもう日本はもう、このままだったら税金とかはもうとんでもないことになると。ニュージーランド移住だ。ある先生と紹介で、あっちに会社を作ってどうとかこうとかってやってたんですけど、3000万ぐらい失って。はい。ニュージーランドですか？はい。その先生にやられて。コンサルの先生ですね。コンサル？はい。元銀行員ということでもう信用してたんですけどね。統計上から直接送ってもらってるんで。はい。間の業者さんは一切通ってないですね。変な話ですけど、こうした方が安いのは安いですよ。そうなんですか？はい。生産者と、結びつきたいっていうのがあるんで。はい。でお米に行っても、お米屋さんから直接持ってきてもらうとか。はい。そのお客様との、なんかこう、コミュニケーションで、意識されてることってあったりされますか？海外の人たちはもうなるべくやっぱり、せっかくわざわざ遠い国からお金かけて日本に来てはるんで、やっぱり日本でってなるよりはやっぱり楽しい思いをして帰ってもらいたいって話が。いや、もう素敵ですよ。はい。やっぱり自分が逆の立場やったらね、金払ってわざわざ来たのに悲しい思いして帰るっていうね。でこれはチェーン店ではなかなかできないことだと思うんで。マニュアルが決まってますし。もやしは、何ですか？ハンバーグの横に付け合わせで乗せるって感じ。なるほど、なるほど。はい。先に炒めておくわけですね。なんかきっかけってあったんですかね？社長にこう。奈良に住んでる時が、おばあちゃん家に住んでたんですけども、家で商売してはったんですよ。何系の建築金物屋さんの商売を。で、おじいちゃんは、もう亡くなってたんですけども、その時におばあちゃんにいろんな話を聞いて、
自分でなんかするのって面白いよなぁと。あ、実際に継続することが一番大切なんやで。いやもう、あ、そういう教えがあるわけですね。よそ様から見たら、うんこんなしょうもないことしてんのかみたいな話ですよね。それでもコツ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 やった方が最後勝つと。なるほど。強いと。うんうん。な時に、あ、その通りやなと。だから今、そのコツ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 しようと思ってるわけですね。でコツ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 するためには、いかにお客様に愛されるか、来てもらうか。やった時に、じゃあ実際にスープとご飯はおかわり自由ですよっていうのは簡単ですけど、言うたからといって、まあ、よっぽど自分からスープくださいとか言う人でない限りは、特に日本言わないですよね。うん。ね、ほんまに日本人はね。うん。外国の人でもあんま言わないですから、うん。うん。だったらこっちからスープいかがですか入れますよって何杯でも飲んでくださいねって言ったらやっぱり喜んでくれるわけですね。うん。特に女性の人とかは。うん。それが常連客になっていってとか、だからもういかに来た人たちに常連になってもらうかを考えるわけですよ。それがコツ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 やっていけるケツですよね。なるほど。だからこの辺のお店かって一応新しくできたら、一回は食べに行っておー。仲良くなると思なるほど。う。はい。もうみんなには言ってるんですね。うちのお店潰れたら雇ってね、みたいな。やっぱり高いお金払って日本に来るんで、うちだけじゃなくてやっぱり日本の、いろんなことを楽しんでもらって帰ってもらいたいっていうのがありますね。やっぱり。もちろんね、お店にも。ですね。じゃあそのうちの一つとして、うちの料理を選んで喜んでくれたら、もう、なお嬉しいですね。わはい。だから僕はあれですね。だからこの Google の翻訳でやってはいるんですけど、例えばもう、I hope your days in Japan continue to be good. はい。やったらみんな Thank you とか言うんで、もう、だからもう Google はすごいなと思いますね。もうこの翻訳のおかげですね。でも、外国の人とかでも、昨日のお客さんもそうなんですけど、今年ついに来られた。今年、はいはい。ついに来られて、また昨日も来られた。ああ、そうですか。そういう観光で来られてる方。ああ、そうですか。そういうお客さんが、時々おられますね。へえ。めっちゃ嬉しいですよね。あ昨日美味しかったから今日も来た。じゃあ、井上さんのまず男の趣味から。あ、そうですね。どっちかって安倍貞夫の方じゃないですか、同じ荒毛な。いらっしゃいませ。洋風のエッグご飯。はい。じゃあ、7万3個お願いします。エッグご飯です。甘いと思うんやろな。まあみんな並ぶの知ってるからね。ね。はい。ひたすら井上さんっていうのが英語で入る。はい、どうぞ。ありがとうございます。ほぼほぼ毎日。ああ、そうですか。はい結構いらっしゃいますか。ああ、そうですか。いいお客さんです。でもうちのお客さんで嫌なお客さんいないですね。いや、もう、お父さんもこう、
ね、次のお客さんばっかりですね。お花の量これぐらいで大丈夫ですか？はい。はい、天ぷらそうね。はい。703ご飯お願いします。いつも並んでるので、はい。なかなか入れないかあ、ら。なるほど。じゃあ今日ついにということですね。あ、どうですか。和風ソースがおすすめです。エッグご飯。エッグご飯。エッグご飯ねエッグご飯。白ご飯じゃなくて、エッグご飯。なるほど、なるほど。絶対。あれです。テンション乗っからか印象みたいになってる。優しい。前にいらっしゃった時もいらっしゃる。変わらず初めてでも優しい。初見でもってことですはいね。あ、わかります。大丈夫 OK？ OK。Is the size okay for you guys? Like more or less or A little bit more. a little bit more for you guys? Love your food. It's delicious. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you for your cooperation. So, where are you guys from? From Canada. From Canada. Okay. So, you have been traveling? Yeah, Yeah. this is for this year, our first vacation. Oh. Yeah. Okay. Finally. Like Yeah. long vacation. A long vacation. How long? Like about 2 weeks. 2 weeks. 3. Yeah, Yeah. it's quite a very like long time, right? Yeah. Oh, okay. So, how was the like Hamburg? How was the taste? Oh, the taste? Mhm. Yeah, it's really It's really good. good. Mm-hmm. Yeah, it's the taste is like just balanced, not that salty, not that so just balanced. Great balance. Yes. Yeah. Mm. We just checked out around before 11 a.m. And Ah, when okay. we're passing here, we smell the Ah, yeah. great It's really smell. delicious. Yeah. Okay, that's It's the why again. smells that makes her Yeah, I told him, why don't we Try try it. it? right. Tastes For good. me, what Right. attracts here is the smell. It's really delicious. On the smell. Yeah. When you are like walking around. We're like on the other side. Oh, what's the smell? I wanted to try it. And he's really good. Mhm. They're both good. you Yeah, know. they both. Yeah, he's a Mhm. good cook. Very hospitable. Mhm. Yeah. This one, It, right? Yeah. it's a hamburger steak. Hamburg steak. Oh, yeah. I searched from Google. It's like 4.5. 4.5 stars. Yeah. Hi, トマトです。
まあ全然全然いいですよ。まだ柔らかかった。いや、半熟ですね、ダメです。あ、はいすいません。いえ。もうだと思っておりました。そのまま。お買い物に来た時うんうん。にランチをいつもあこち、らなるほど。うん。あ、並んであったんですか。あ、なるほどね。で、ここまでのって感じで来たら、私は美味しくて。うんうん。いい匂いもしながらね。うん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 。なるほど。わかりました。ありがとうございます。お邪魔しました。どうも。わからんか。どうも、橋の子でした。どうもあ、マジでさん、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様で明日お願いします。何の話です。橋ひろこさん言うあ、倒れた時ですねと。。はいはい、そうですそうです。金曜日で。あ、金曜日やったんはいですね。。お昼の1時ぐらいだったんちゃいますかね。前の日の晩から寝ててももう頭がズキズキしてなんかあんまり寝れんかったんですよ。うんだからしょっちゅう目が覚めてたんですよ。で当日の朝も頭痛いなーって思いながらも切れるんですよ。はい。ね、今日みたいに井上さんじゃないですけど違う女の子が10時に来た時に、はい。今日なんかもうしんどいけど頼むわなって言ってたのが僕です。うんで1時ぐらい1時前っていうか12時過ぎぐらいに、うんうん。 12時半前ぐらいに、はいどんどん視界が消えていくわけですよ。え？真っ暗になっていくわけです。視界が。はい、視界がどんどん細くなっていってはい。でお客さんの声も聞こえへんようになってえ？いやほもでうわこれはやばいしんどいで立ってられないんでしょっちゅうしゃがんでたんでね。はい。え、厨房にいらして、その徐々にはい暗くなっていくんですか。はいはでもう最後もう細いあ。糸だけでうわ。だからお客さんが言ってることもほとんど何も聞こえてないです。はいで僕の言ってることも何を言ってんのよこの人はみたいな感じですね。ね1時半ぐらい店閉めて、うん。で立ってんのがしんどくてあで大家さんが救急車を呼んでくれたんですけどあ。ほう。で救急隊が来てはあはだからもうすぐになんかおかしいことに気づいてもう早く救急車乗りましょう。じゃあ僕はもうとりあえず救急隊に後片付けをしないといけないそう言ってるよね。で金曜日はお米を持ってきてくれる日なんでお米屋さんが来た時買ってもうお米屋さんの顔がほとんど見えないんですね。はじゃあ大丈夫か大丈夫かって言われてるんですけどもこんな感じですね。あ。へで住友病院にえ。うんうん搬送された。うん。で搬送したんですけど救急車の中でまあ寝てくださいとうんうん。寝ましょうって言われたんですけど僕は寝なかったんですね。えなんか寝たら終わりのような気がしてほだからもう二度と立ち上がれないような気がしたんでずっと座ってましたね。う。へで自分から救急車降りてえ。自分で救急車降りて。はいはい。で病院に行ったで頭の検査をすぐにされてはい。じゃあ脳腫瘍が出てくる。ええ。それが金曜ですね。金曜日。はいなんか大きい。 4.2 センチ。 4.2センチ。はい。だから 2.5 ぐらいまでやったらもう薬飲んで経過観察しましょうって話なんですね。もう 4.2 センチはもう手術しないといけない。手術次第でちょっと後遺症残ったりとかっていう可能性ってことですか。
それは言われましたね。だから、へそれの覚悟は一応してくださいと。なるほど。はい。それでも手術しますかって。うんうんはい。じゃあ先生の方がびっくりされて、うん。はい。家族とかに相談とかいいんですか？お一人で行かれて。いや、嫁と行って、うんうんうん。いや、相談も何もすんねえからね。じゃあどうぞみたいなって話ですね。はい。なるほど。ずっと僕はお客さんにも言ってるんですけどね、はい。僕は80になってもハンバーグ焼いてる。おえはい。いや、その頃、まあそこまで頑張っとったら、誰か後継者が来るやろうと。うんうんうん。さすがにっていう。はいはいはい。今回だったら閉めようかな、みたいな。80ですか、あと30年は焼くぞみたいな。例えば、お子様にこう継いでいくみたいなこと考えられたりされてるんですか？それはないですか？全然思ってない。あ、そうですか。例えば息子くん、ご子息ね、お二人。はい、いますけど、全然違う人が、ね、この店やりたいんで、売ってくれますかって言った方が、どうぞ、みたいな。お客さんもついてるし、どうぞ、みたいな。はい。って僕は思うんですよね。